なんだあれ。宇宙の深淵より突如襲来した謎の生命体スフィア。今地球はスフィアのバリアに包まれ、宇宙との往来を封じられている。だがそれに抗う者たちがいる。ウルトラディメンション。輝けフラッシュデッカー。ウルトラマンデッカーラストタイム。スフィアの襲来に呼応するように姿を現した光の巨人ウルトラマンデッカー。そしてガッツセレクト出動。地球防衛チームガッツセレクトである。攻撃開始。ガッツセレクトの数々の装備を開発整備している影の立役者の存在を知っているだろうか。みんな大注目の情報だ。ウルトラソフビシリーズ怪獣が出現。スフィアサウルス、スフィアゴモラ、ガッツマシン出動。立ち向かえウルトラヒーロー。君は何で戦う？ウルトラソフビシリーズガッツホークも。ガッツセレクト出動。やるしかねえ。今やるしかねえんだ。行くぞー。輝けフラッシュデッカー。新番組ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中。絶対に見てくれよな。ここは地球平和同盟 TPU 技術部特務参加。今から10年前ウルトラマントリガーが平和を守っていた頃からガッツセレクトの装備開発を任されている。彼は堀田正道。特務参加の責任者を任せられているエンジニアである。はいはいそれはもちろんですよ私納期破ったことないじゃないですかえ
いや、そうでしたっけ。いやいやいや、今回はもうバッチリですから。はい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 。それでは失礼します。はいはい、どうも。はい。なんだよもう、ことあるごとに納期納期って。だったら人員増やしてくれっつうの。ちょっと何をやってんだよこれは。もう参ったな。もう10年か。懐かしいな。何流行ってるのこういうの今。ちょっとこりゃ再現するの大変だ時々のな。状況によって選択できるようになれば、いろいろな状況に対応する必要があるし、最適解だと思うよ。まずは全体像ね。データ上でシミュレーションして、あとは強度計算をしよう。それからは素材の選定だな。システムオールグリーン。ナースで成功完成だー。おいルルお前と作ったナースデッセイは今でも現役で空を飛んでるよ。ずっと怪獣が出なかったもんだから無人化されてたけど、怪獣。スフィアの電波障害で遠隔操作ができなくなっちゃったんだよな。電波障害。そしてまた有人機に逆戻りと。スフィアはまだ完全に復活していないから怪獣に寄生するのでしょう。指令室のレイアウト変更大変だったな。操縦士の貝崎副隊長のこだわりが強くて。ガッツファルコン、こいつもお前といろいろ考えて作ったんだよな。10年経ってもバリバリの現役機だ。いまだにガッツセレクトの主力を張れるんだから、アキト君の設計がしっかりしていた証拠だ。ガッツファルコン発進します。こいつも無人機だったのを有人機に改造したんだよな。ふざけるな。遠隔操縦型に変更します。はあ？今から？もともと有人機の予定だったのをアキト君の無茶ぶりで遠隔操縦型の無人機にしたのに、スフィアのせいでとんだ先祖返りだ。しかないぜ。お前の後に入ってきた新人はどいつもこいつも長続きしなかったよ。おかげで特務参加は今や私一人だ。痛い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 。それは苦労したな、堀田のおっさん。そうなんだ。え？ゆう。なんだよお前。何年ぶりだ。ああ、どうだったかな。つうかおっさん、白が増えたな。そうなんだよ。苦労してんのよ。相変わらず人手不足かよ。ここ一応花形部署なんじゃねえの？そう思うでしょ、TPU の人員配置ちょっとおかしいんだよ。あ、人事部の岡本部長知ってる？知ってる知ってる。ちょっと声がでかくて丸顔の。そう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 。この間人事部行ったらさ、
我々つい昔の調子で。変わらねえなおっさん。まあ今年でも60だからね。多分もうこのまま変わらんよ。嫌なデフォルトだな。お前だって昔のまんまの辛口全然変わってないぞ。で今日は何しに来たんだ？何しにって事例見てないのかよ。事例？なんか来てたっけか。今日付けで俺様特務参加に配属になったから。そうなんだ。いやもうここのところスフィアだなんだのほんとてんてこまいでさ、お前も大変だよな。マジで？マジで嘘じゃない。嘘じゃない。あ、やった堀田のさんどうした？おいマルール、また一緒に仕事できるのか。そうかそうか。おっさんの言う通りスフィアが来て以来何かと大変だろ。俺様の手を再び貸してほしいってさ。ま、出戻りってやつだな。そっかそっか。っていうかお前今までずっと何やってたんだ？ガッツセレクトだったんじゃないの？まあいろいろあってさ、ルバンっていう変わったやつと同居してたり、宇宙開発に行くアキトたちのフォローだったり。お前は一緒に行かなかったんだな。俺様はほらもともと宇宙から来た身だし、地球の方が面白くてさ。あっちじゃ北川人情放浪記見られないし。まだやってんだあの番組。まあそんな感じだからさ、よろしく頼むよ。おう、もちろんだ。相変わらずいろいろ作ってるんだろう。まあね。あ、最近の仕事見る？あ、見る。これなんか自信作。最新鋭機ガッツホーク。もともとは宇宙開発用に作られた機体なんだけどね、ソフィアの襲来で戦闘用に転換されたんだ。こいつは無人機なんだけどスフィアの影響で遠隔操縦ができないから起動。人工知能 HANE2 が乗り込んで操縦してるんだ。おお、報告書読んだよ。羽次郎ってのどうだ？確か隊員たちの間では羽次郎って呼ばれてるんだろう。シミュレーションの結果勝率 0.01% 上昇。ガッツファルコン。これもファルコンみたいに変形すんのか？そう、通常飛行のフライトモードと高速飛行の飛竜モードを使い分けるのだ。They continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom. They're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I am the Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulus. Ultra Galaxy Fight. The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. こいつのすごいところは変形だけじゃない。よく見てろ。
このファルコンとホークがこうやって合体して巣がくるっとこうひっくり返ってじゃーんすげえ合体すんのか。その名もガッツグリフォン。このようにガッツファルコンとガッツホークは連結できるように設計してあります。その名もガッツグリフォン。グリフォンフォーメーション。ファルコンの機動性をアップさせるためにホークをブースターパックのように使うんだ。グリフォンタロンビーム最大出力発射。両機のエンジンを直結させるから攻撃力も倍増するんだぞ。なるほど、確かにすげえ火力になるよな。この主兵装のハイパーソンレーザーの調整がまだ終わってないんだけどね。ま、私の手にかかればお茶の子さいさいよ。なんか危機として語ってるけどよ、これ本当におっさんが一人で考えたのか。いるんだな、設計者が別に。まあそうなるかな。やっぱな、ファルコンもナースデュッセイも設計はアキトがやってたからな。どうもおかしいと思ったぜ。おかしくありません。私のアイデアを朝影博士が採用してくれたところもあります。分かったよ。朝影博士って言うんだ。フォーク設計したの。そう、朝影雄一郎博士。はじめまして、朝影です。 TPU に所属している科学者なんだけどね。成功した。若いのにしっかりしてるんだこれが。体君。はい。2機のエンジンを直結させ光線の出力を上げるとさらに強力な攻撃が可能です。おっさんとは全然違うタイプってことな。ほっとけ。ま、とにかく私は博士のことを尊敬しているよ。ま、そういうわけで今でもこうして日々装備開発をしてるってわけさ。なるほどな。ま、これからは俺様がついてるんだ。大船に乗ったつもりでいてくれよ。頼りにしてるよ。10年前とは状況もいろいろ違ってきてるしな。そうだな。あの時はトリガーがいたけど今はいない。代わりに出てきた新しいウルトラマンはいるけど。デッカーでしょ。確か隊員の誰かが命名したって。でっかくてかっこいいってやつだろ。ずいぶんお気楽な隊員もいたもんだよ。でもさ、その由来の通りかっこよかったな。私一発でファンになっちゃったもん。なんていうかさ、アシンメトリーな感じもいいじゃない。確かにな。それに結構強いしな。そうだよな。そういえばデッカーもトリガーみたいに姿が変わるよな。赤くてムキムキのやつだろ。トリガーも肉弾戦をするときは赤くなってたな。流行ってんのかな。いや、それは知らねえけど。この間は青いのにもなったよな。なんか超能力っぽい力を使ったらしいよ。怪獣をちっちゃくして保護したんだってさ。そこら辺はトリガーにもなかった力だよな。
ガーにない力といえばさ、あいつ怪獣呼び出して戦うじゃん。そうそう、最初はびっくりしたよ。もう一体怪獣が出てきたと思ったら味方かいみたいな。ウルトラマンデッカーか。まだまだ秘密が隠されてそうだな。秘密って？例えばどこから来るのかとか、誰かが変身してるのかとかさ。変身って人間がウルトラマンになってるっての？SF の見過ぎだよ。そんなことねえって。だってトリガーだってケンゴが変身してたじゃん。え？ウルトラマントリガーって真中健吾隊員が変身してたの？っていうかその前にウルトラマンって人間が変身するものなの？しまった。これはガッツセレクトの中だけの秘密だった。ずっと黙っててごめんなさい。僕がウルトラマントリガーなんです。カルミラとの最終決戦の前にケンゴ自身が明かしてくれたんだ。さらに理解不能。やり最終決戦の？そうだったか。それって今までたくさんお前に負担をかけてしまった。私がナースデス星号のメンテナンスに行ってた時？ああ、そうそう。そのちょっと後かな。なんだよ。じゃあもう少しいればその場に立ち会えたんじゃん。いや、あの空気の中おっさんいたらだいぶ浮いてたと思うぞ。その後激闘の末にカルミラを倒すことはできたんだけどさ。これが光かい。暖かいね。ケンゴは暴走するエタニティコアを沈めるためにその中へ消えていった。まあ2年後に帰ってくるんだけどな。2年後ってことは8年前。それってあのトリガーの偽物みたいなやつが出てきた事件の？そうそう、その時。あのトリガーの偽物でっかくなっちゃってさ、びっくりしたよ。ウルトラマン Z とかも駆けつけてさ、まさに総力戦って感じだったよな。あの事件を最後にしばらくは怪獣が出なくなってたんだけどな。なんだ、一体何が起きた？地球の半分を我々に割譲せよ。あのスーツがあれば俺も戦えます。こんなやつに地球を好き勝手にさせるわけにはいかないんだ。俺の名前はウルトラマンタロー。
ウルトラマン立てウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。それにしても驚きだな。ウルトラマントリガーが真中隊員だったなんて。俺様としたことがうっかり口を滑らせちまった。頼む、このことは。伊達に年食ってないよ。言いふらしていいことと悪いことの区別ぐらい作って心配すんな。サンキューおっさん。でも真中隊員もそうだけど、仙台ガッツセレクトって宇宙開発に出発したっきりだろ。スフィアのバリアのせいで通信すらできない。心配だな。まあ大丈夫だろう。隊長さんもアキトもいるんだし、それにトリガーもそのうちひょこっと戻ってくるかもしれねえよ。信じてるんだな、彼らのこと。一緒に戦った仲だからな。あいつらが簡単にやられる玉じゃないってことは俺様が一番よく知ってるさ。さあ、心配ばかりしててもしょうがねえ。俺様たちには俺様たちにしかできないことがある。そうだな。今建造中の新兵器ももうすぐ完成するし。朝平博士を中心にしてね。 DG001。 確かにこれは強そうだ。だろう。ガッツセレクトの新たな戦力になるぞ。あ、そうそう。急な仕様変更なんかがたたって最近調子悪い時がたまにあるらしいんだ。ノースですよここ。あまあ当時から激戦続きの船だからな。そのメンテナンスも特務参加の仕事ってわけだ。そういうことだ。やることはいっぱいあるぞ。忙しくなりそうだな。早速仕事の準備すっか。よし、まずは最近の戦闘記録の分析から始めるとするか。おお、よし。お、そういえば経理のテルミはあれから復帰した？したよ。今でもうちの担当なんだけどさ。この10年で冷徹に磨きがかかってんぞ。マジ？気をつけよう。天変地異の前触れと言われるささめ岳の花が咲いた。空に現れた金色の虹、出現する地底怪獣、そして龍門の胸に秘められた思いとは。次回ウルトラマンデッカー地底怪獣現る。みんな見てくれよな。戦うからに走ればいい。呆れる